アンニョン、パックンです。皆さん、ノーベル賞と聞いて何人の韓国人受賞者を思い浮かべますか？実は2024年時点で日本は29人、韓国はわずか2人なんです。しかも日本は科学分野で25人を輩出しているのに対し、韓国は0人なんですね。韓国大学の国際ランキングも随分上がってきたのに、これ違和感ですよね。なぜ韓国からはノーベル賞受賞者が出ないのか。僕は3つの理由があると思っています。1つ目は応用研究に目が向いているから。2つ目は自由に研究できる環境ではないから。3つ目は優秀人材が大学に残ろうとしないからです。これらを僕自身の韓国での教育経験と日本の研究室での体験を交えて分析してみたいと思います。まず一つ目はですね、応用研究に目が向いているからですね。韓国には応用研究に強みを持っています。半導体、ディスプレイ、スマホ、これらの分野で韓国企業は世界で優位をとっています。GDP の約4割がサムスンとか SK などの財閥系企業の5社に依存しています。一方、日本はアニメとか観光とか音楽もあるじゃないですか。韓国は応用産業にして早く海外向けにどんどん売らないといけない。日本は内需でも強みを持っているんですね。韓国では短期成果に極端に強い構造です。例えば、韓国政府の研究開発支援は政権ごとにガラリ変わります。ムン政権時代には再生可能エネルギーが推進され、ユン政権時代には原子力回帰や AI 投資に大きく舵を切りました。日本では政権が変わっても学術会議の長期計画や文部科学省の家計費構造がベースにあるため、研究の連続性が保たれているんですね。さらに韓国の教育システムは思考力よりも応用型試験に特化しています。例えば、韓国の大学入試、スヌンでは、どれだけ問題を早く、正確に解くかが勝負です。知識を積み上げ、まるで工場ラインのように応用し続けます。一方で、日本の大学入試、特に二次試験では記述式や思考型問題も多く出題されますよね。東京大学の理科三類の問題を見て、僕は衝撃を受けました。円周率が3.05よりも大きいことを証明せよ、みたいな問題だったんですけれども、R 暗記では絶対に解けない問題がずらりとありましたね。韓国ではこのタイプの問題は極めて少なく、応用の速さが重視され、発想の評価は後回しにされがちです。また、韓国の研究成果は産業応用性がなければ評価されにくい傾向にもあります。この研究がなぜ面白いかよりも応用できるかどうかにフォーカスされます。日本ではもちろん同じような議論はありますが、面白い、オリジナリティという視点そのものが評価軸の一つにもなっていたりします。例えば、2015年にノーベル生理医学賞を受賞した大村先生のイベルメクチン連研究は、最初は寄生虫に効くかもしれないという小さな問いからスタートしたものでした。誰も注目していなかった地味な研究、それがやがて数億人の命と関わるようなことになります。韓国は応用研究に集中して急激な経済成長を遂げることができました。50年前は白ご飯さえ贅沢だったのに、今はステーキを食べれるようになったんですね。これはこれで素敵なことです。しかし、基礎研究が弱化していくというデメリットが発生しています。二つ目の話はですね、自由に研究できないからですね。韓国では研究の自由が形式上には存在していても、実際には様々な制約に縛られています。特に僕が痛感したのは成果主義の強烈さです。韓国の研究者は多くが3年または5年以内に成果を出すってことが重要になっています。研究の中身よりも何本の論文を書いたか、どれだけ学術誌のレベルが高いところに投稿できたかが評価されます。その結果、論文投稿のための見栄えの良いデータを早く作らないといけないというプレッシャーが根付き、本当にやりたい研究があっても、それをやる時間と余裕がなくなっていくのです。一方、日本の研究室では、
時間と発想の自由度が比較的守られています。もちろんプレッシャーはあります。でも、博士1年目から自分の研究テーマを自分で決める文化が強く、自分の頭で考え、自分で失敗することが許容されている。僕の指導教員もこう言いました。領域研究であれば失敗してもいい。自分が納得できる道を選べと。その結果どうなるか。機械学習、短期間で成果が出て、審査に通りやすい、引用が稼ぎやすい分野に研究者が偏る。でもそこには発見の喜びや未知への挑戦がどんどん削られていくのです。この差は5年、10年では気づかれないですね。でも20年後にノーベル賞という形で現れてくると思っています。僕が今、東大の工学部で取り組んでいるテーマも正直すぐには応用されないし、製品化も難しい。でも、世界中の誰もまだ構造を明らかにしていない天然化合物というところを一から解析しているところが楽しくて仕方ないんですね。韓国でこの研究を提案していたら、もしかしたらそれ売れるのと言われて、研究をできなかったかもしれないです。韓国は無限競争社会、目に見える成果があれば、どんどん上がることができる。これは研究者のモチベーション調整や短期間で急激な成長を上げるのに適切でした。しかし、研究のための研究ではなく、戦果のための研究になってしまうデメリットも浮上しています。三つ目の話は、大学に残ろうとしないという話です。韓国では優秀な人でも大学に残らない傾向があります。修士、博士を終えた後、サムスン、LG、SK などの大手企業に流れます。その理由は明確で、待遇が桁違いだからですね。例えば、サムスンなどの企業では、博士人材の初任給が1000万円を超えることも普通になってきました。一方、韓国の大学、博士研究員の年収は350万円程度。しかも、ほとんどが人気生で、毎年雇い止めのリスクと戦わなければならない。この流れは韓国の科学の継承によってとても致命的ですね。なぜなら、研究は個人の才能も大事ですが、知の蓄積というのも大事だと思っている。それだからです。韓国のもう一つの問題は、大学の研究室文化がヒエラルキー形にあることです。教授が王様のような存在で、学生は、言い方悪いんですけれども、一部の研究室では奴隷みたいな扱いをされることもあります。雑用とか接待とか文献整理とか教授の私的な用事まで押し付けられることがあるパワハラ文化があるんですね。これは一部の話ですよ、もちろん。韓国の大学院生は研究とは関係ない学会の書類とか授業の書類などを夜中まで作らないといけない。これはお前の勉強の一環だと言っているようですが、それは学ぶではなく支える仕事ではないと思いました。日本ではもちろん全て理想的とは言いませんが、少なくとも僕の今いる研究室、そして僕の周りの話を聞いてみると、教授と学生は共同研究者として接されます。雑用は最低限で、ゼミでも先生ではなく、何々さんと呼ぶこともある。議論の中で意見をぶつかり合うことが許される。このフラットさが発想を育てる土壌になっていると感じています。さらに、韓国の大学には研究職のキャリアパスが少なすぎるという構造的な問題もあります。2025年現在、韓国全国の大学で教員採用数は毎年1000人前後ぐらいかと思っています。一方、博士課程修了者の数と比較すると、倍率は少なくとも10倍を超えますよね。しかも、教授になりたいと思っている人たちには、海外大学に行った人がいいだったりとか、学会でいっぱい活動してほしいとか、論文を何本以上出してほしいという、この非常に厳しい数字的なハードルが求められます。その結果、多くの若手研究者が、企業に行った方がいいなと諦め、大学にはポストが空いた時にだけ、本当に適切なスペック、履歴を持っている人がいける構造になってしまっている。今日話したように、韓国からノーベル賞が出にくい理由は、決して才能がないからの一言ではありません。応用研究に偏った国家戦略、研究の自由を奪う制度設計、そして大学に人が残らない構造。この3つは韓国の経済力に役立ちましたが、基礎研究の見えない壁にもなっています。韓国の科学者たちの前に立ちはだかっているのです。
僕は今、日本の大学で毎日有機化合物の匂いを吸いながら研究を続けています。日本の死を信じる文化に出会えたことは本当に幸運でした。だからこそいつか韓国にもそんな文化が根付き、世界を驚かせるような基礎研究がたくさん生まれてほしいと願っています。皆さんはどう思いましたか？共感、違和感、驚き、何でもコメント欄で教えてください。そしてもし今日の話が少しでも役立ったら、応援の気持ちでいいねとチャンネル登録もお願いします。以上、パックンでした。アンニョン。